彼女のような未熟で危険な存在は我々の病院にはいらない。即刻クビにすべきです。外科部長の冷たい声が廊下に響き渡った。白衣のジョイは青ざめた顔で立ち尽くしていた。俺は経営企画室のスタッフとして少し離れた場所からその光景を見ていた。俺の働く総合病院は地域医療の拠点を掲げながらも経営難で機器の更新も滞っていた。そんな病院で彼女は唯一の希望だった。残業を厭わず患者と向き合い、難症例にも立ち向かう姿勢は多くのスタッフから慕われていた。なのに今、彼女は医療ミスの濡れ衣を着せられ、病院中から白い目で見られている。患者が急変したのは確かに彼女が投薬指示を出した後だった。彼女はうつむき、震える声で言った。私の不注意でした。再発防止に努めます。周囲の視線は冷たく、彼女は小さくなって去っていった。だが、カルテを見る限り、投薬量の改ざんが疑われる点がいくつもある。俺の胸の内で何かが熱くなった。目立つ行動をとって痛い目に遭うのはもうこりごりだったはずなのに。動こう。彼女のために、そして真実のために、俺が真犯人を暴き出す。俺の名前は富田正人、35歳。桜総合病院の経営企画室スタッフとして働いて2年が経った。桜総合病院は地域医療の拠点を掲げているけれど、実情は厳しい。経営難が深刻で、廊下の蛍光灯が切れたままだったり、医療機器の更新が滞ったりしている。売却しちまえばいいんだよ、こんな田舎の病院。維持する価値なんてないんだから。先週の理事会で聞いた常務理事の本音が耳に残っていた。地域の患者より自分たちの退職金や天下り先を確保することしか考えていない。外科部長の久我野先生なんて、最新の低侵襲手術を導入する予算は無駄だと言いながら、自分の研究費だけは確保している。富田さん、この資料を理事会に提出してもらえますか。事務長から渡された資料に目を通す。そこには、桜総合病院経営統合計画という文字が躍っていた。思わず俺はため息をついた。かつて俺は都内の大学病院で外科医として働いていた。しかし、そこで見た不正経理と患者データの改ざんを告発したことで、医局を追われた。チームプレーができない、協調性がないというレッテルを貼られ、どこの病院も雇ってくれなくなった。結局、俺は医師として働くことを諦め、経営企画スタッフとしてここに来た。ここでは誰にも医師免許を持っていることは話していない。もう二度と白衣を着て患者の前に立つことはないだろう。あの時のトラウマが俺の足を縛っている。目立つ行動をとって痛い目に遭うのはもうこりごりだった。資料を持って外科外来の廊下を歩いていると、診察室から漏れる明るい声が耳に入った。本当にナキリ先生のおかげで命拾いしました。あの時はもう諦めていたんですよ。女性患者の感謝の言葉に、ナキリ先生の柔らかな返答が続いた。とんでもないです。二川さんが治療に前向きに取り組んでくれたからですよ。私なんてまだまだ半人前の医者ですから。覗き見るわけではないが、俺はその会話を聞きながら足を止めた。二川という名前にピンときた。確か1年前、進行性の消化器がんで、他院では手術の適用なしと判断された難症例を持った患者さんだ。ナキリ先生が粘り強く手術に踏み切り、成功させたと院内で話題になっていた。診察室のドアが開き、白衣姿のナキリ千咲先生と杖をついた中年女性が出てきた。ナキリ先生は肩にかかるかかからないかぐらいに切り揃えられた黒髪を揺らし、すらりとした背筋で立っていた。その横顔には優しさの中に芯の強さが感じられる。あら、富田さん、こんにちは。どうも。彼女に挨拶されたので、俺は会釈を返した。ナキリ先生とはたまに顔を合わせて、こうやって挨拶をする程度の知り合いだ。二川さんを見送ったナキリ先生を廊下の奥から看護師長が呼ぶ声がした。彼女は小走りに去っていった。その後ろ姿を見送りながら、俺は考えていた。ナキリ先生は看護師たちの間で評判は抜群だと聞く。残業も厭わず、患者のケアに時間を割き、若手看護師の教育にも熱心だという。外科医としての腕前も確かなようだ。彼女のような医師がいる限り、この病院にはまだ希望があるのかもしれない。
案内者が増えれば、俺もまた。そんな考えが頭をよぎったが、すぐに振り払った。もう俺の手はメスを握らない。カルテも患者の体にも触れないと決めたのだ。月に一度の外科定例会議の日。会議室に緊張感が漂っていた。窓際の席に座った俺は議事録を取る役目だったが、空気が次第に重くなるのを感じていた。ですから、この新しい手術方法を導入すれば、患者さんの回復が早まりますし、入院期間も短縮できます。ナキリ先生が熱心に説明している。彼女は最新の論文や症例報告をプリントアウトし、カラフルな付箋をつけて準備してきたようだ。その姿勢には若手とは思えない気迫があった。それに、県内で初めての導入になりますから、病院の評判にも。ナキリ先生。外科部長の久我野先生が冷ややかな声で彼女の言葉を遮った。中肉中背の彼は灰色の髪を七三に分け、鼻の上にかけた金縁メガネの奥からナキリ先生を睨みつけていた。そんな新しいものを導入する予算はないし、必要もない。うちの病院の患者層は高齢者が多い。リスクの高い新手術より確立された方法で安全に行うべきだ。でも、リスクは従来法と変わらず、むしろ低いというデータもあります。患者さんの負担を。君は何も分かっていない。この病院は君の実験場じゃない。言っておくが、今後は勝手な判断で患者に余計な希望を持たせるようなことはするな。それと、明日の手術、君はサポートに回れ。執刀は俺がやる。久我の部長の声が冷たく響いた。会議室に沈黙が流れた。ナキリ先生の肩が小さく震えているのが見えた。しかし、彼女は顔を上げ、毅然とした声で言った。患者さんは、私との信頼関係で、手術を決断されました。急に執刀医が変わることで不安を。会議は以上だ。久我の部長は、彼女の言葉を最後まで聞かずに立ち上がり、資料をカバンに詰め込むと、他の医師たちを引き連れて部屋を出て行った。残されたのは、ナキリ先生と俺だけだった。ナキリ先生はうつむいて資料を片付けていた。涙をこらえているようで、俺はどう声をかければいいのか迷った。しかし、彼女は顔を上げると、意外なほど落ち着いた声で言った。富田さん、ごめんなさい。時間を取らせちゃって。いえ、俺は何と言えばいいのかわからなかった。結局、会議室を出る彼女に、お疲れ様ですと声をかけることしかできなかった。翌日、俺は経営企画室の立場を利用して、久我の部長の予定表を確認した。彼は午後から理事長との会合があり、病院を不在にすることが分かった。次に俺は、医療機器管理システムにアクセスし、ナキリ先生が使いたがっていた低侵襲手術用の器具セットが、実は先月購入されながらも倉庫に眠っていることを突き止めた。機器メンテナンスの一環といって、器具を手術室に運ばせた。さらに、麻酔科の医師に、久我野先生から変更の指示があった、と伝え、ナキリ先生のやり方に合わせた麻酔計画を立ててもらった。かつての俺のように、彼女が潰されることだけは避けたかった。そんな風に、こっそりナキリ先生の手助けをするようになってから1ヶ月後、病院の屋上で俺は一人、昼食をとっていた。その時、ドアが開く音がして、振り返ると、ナキリ先生が立っていた。ここにいると思った。彼女の声にはいつもと違う柔らかさがあった。どうかしましたか？俺は平静を装ったが、胸の鼓動が速くなるのを感じた。ナキリ先生は俺の隣に腰を下ろした。春の風が彼女の黒髪を揺らす。ありがとう、富田さん。彼女の瞳はまっすぐ俺を見つめていた。何のことですか？ごまかそうとする俺に彼女は小さく首を振った。全部気づいてるわ。手術器具の手配、麻酔計画の変更、久我野先生が不在の時に限って起きる偶然のこと。俺はため息をついた。バレていたのか。最初は不思議だったのよ。誰かが影で助けてくれている。でも、その誰かがなぜか姿を見せない。もしかしたら富田さんかもしれないと思ったの。私、富田さんのこと前から観察していたの。あなたの患者さんやスタッフたちへの細やかな配慮は普通の事務職員とは違ってたから。俺は黙り込んだ。私、ずっと一人で戦っていると思っていたの。この病院の古い体制や患者さんより利益を優先する方針に、その戦いは孤独だと思っていた。でも、誰かが陰で支えてくれていた。それだけでどれだけ力になったか。
それが富田さんだと分かって本当に嬉しい。ナキリ先生の目に涙が光った。俺は言葉を失った。ナキリ先生。千咲でいいわ、マサト。彼女は微笑んだ。初めて彼女に名前で呼ばれ、長い間凍っていた心が溶け始めるような感覚があった。空は青く、雲一つなかった。夜の9時を回り、病院の廊下は静まり返っていた。俺は経営企画室で残業していたが、突然のアラームに飛び上がった。俺は資料を放り出して ICU に向かった。エレベーターを待つ余裕はなく、階段を駆け上がる。息が上がり、胸が締め付けられるのは、運動不足のせいだけじゃない。何か嫌な予感がした。ICU に着くと、すでに医師や看護師が集まっていた。ベッドの上にいるのは、千咲が今日執刀した患者だった。患者さんは顔面蒼白で、心電図モニターの波形が不安定に揺れている。千咲の姿はなかった。何があったんだ？俺は近くにいた看護師の橋本さんに聞いた。急に血圧が下がって、抗生剤の投与後に急変しました。彼女は動揺した様子で答えた。その時、ICU のドアが開き、千咲が駆け込んできた。白衣の裾が揺れ、顔には焦りと不安が浮かんでいた。生理食塩水で急速輸液開始してください。抗ヒスタミン薬を準備。それからステロイド。千咲の的確な指示に看護師たちが素早く動く。アナフィラキシー反応を疑った適切な処置だった。モニターの波形が徐々に安定し始め、患者の顔色も戻ってきた。よかった。千咲は額の汗を拭った。危機は脱したようだ。俺は彼女の仕事ぶりを静かに見守っていた。翌朝、病院は異様な空気に包まれていた。廊下で出会う職員たちが小声で何かを囁き合っている。受付近くでは看護師たちが不安そうな表情で集まっていた。ナキリ先生が薬の量を間違えたって。昨日の患者さんの家族が大クレーム入れてるんだって。聞こえてきた声に俺は眉を潜めた。病院内のあちこちで同じような会話が交わされているようだった。廊下の向こうから久我野先生の声が聞こえてきた。ナキリ先生、どう説明するんだ？抗生剤セファゾリン、通常量の3倍だ。ありえない投薬量だよ。久我野先生の声が廊下に響き渡った。彼は青ざめた顔の千咲を前にして手にしたカルテを振りかざしていた。周囲の職員たちが足を止め、その様子を見ている。私は、そんな指示を出していません。千咲の声は震えていた。俺は少し離れた場所からその光景を見ていた。久我野先生は千咲を睨んだまま言葉を続ける。こんなことで医療事故になったら、病院の将来に関わる問題だ。ナキリ先生のような未熟で危険な存在は、我々の病院にはいらない。彼女は即刻、クビにすべきです。しかし、彼女の実績も考慮すべきではないかな。久我野先生の隣にいた院長の声は迷いがちだった。院長、この件は単なる一医師の問題ではありません。病院の体制の問題です。ナキリ先生を続けて勤務させることは、次の被害者を生み出すことになりますよ。彼女はまだ若い。基本的な投薬管理すらできない医師に患者の命を預けられますか？久我野先生は院長に向かってそう声を上げた。院長は難しい表情で千咲を見つめ、小さくため息をついた。千咲の顔から血の気が引いていった。後ろの方から囁き声が聞こえてきた。ナキリ先生はいつもこうなのよ。新しいことばかりやろうとして、基本がおろそかになってる。前から危なっかしいって思ってたわ。今朝の医局会議でも話題になったよ。久我野先生が彼女はいずれ大事故を起こすって警告してたんだ。千咲の周りには不審や非難の視線が集まり始めた。たった一日で病院中の空気が彼女に対して一変してしまった。私の不注意でした。再発防止に努めます。千咲は深く頭を下げた。彼女の声は昨日までの自信に満ちた響きを失っていた。久我野先生は勝ち誇ったような笑顔を一瞬浮かべた。謝って済む問題じゃない。君の行動は病院全体の信頼を損なう。こんな医師には手術を任せられない。理事会に報告させてもらうぞ。そう言って、久我野先生は院長を連れて去ってしまった。廊下には重苦しい沈黙が流れ、人々は次第に散っていった。千咲はうつむいたまま、病棟の奥へと歩いていった。その背中が一段と小さく見えて、俺は拳を握りしめた。経営企画室のデスクに向かう俺の頭の中は、
落ち込んだ姿の千咲の姿でいっぱいだった。何か俺にできることはないだろうか。俺は電子カルテシステムにアクセスした。権限は持っているが、普段はあまり利用しない。ただ今回は、千咲の事件の背景を探るため、医療ミスとされた事件の患者のカルテをチェックしていた。これ、おかしいな。PC の画面を眺めていると、ある違和感に気づいた。投薬指示の部分だ。指示を出した時間と、実際に投薬された時間。何かが噛み合わない。確かあの日、千咲は、夜の9時には帰ったはずだ。俺は記憶をたどりながら、カルテの履歴を詳細に見ていった。投薬指示が変更されたのは、夜の11時23分。しかし、千咲の勤務記録を見ると、彼女はその時間には、すでに病院を出ていた。誰かが千咲の ID を使って、後から記録を変えたのか。俺は身を乗り出して、画面をさらに詳しく見ていった。電子カルテでも、入力の癖や文体は残る。投薬量の変更を行った際の筆跡が、千咲のいつもの記載とは明らかに違っていた。彼女は通常、短く簡潔な文体で記録するが、問題の記載は、無駄に説明的で冗長だった。これは、都内の大学病院で外科医をしていた頃、俺は似たような改ざんを目撃したことがある。患者データの操作、それを告発したことで、医局を追われた過去が鮮明に蘇ってきた。富田さん、まだいたんですね。突然の声に振り返ると、夜勤の準備をしている看護師の橋本さんが立っていた。ああ、橋本さん、ちょっといいですか？俺は彼女を呼び止めた。橋本さんは前回の事件の夜に当直だった人物だ。何でしょう。ちょっと気になることがあって、ナキリ先生の患者さんが急変した夜のことなんですけど、覚えてますか？俺はさりげなく尋ねた。橋本さんは少し表情を曇らせた。もちろん。あれは大変でしたから。その時、ナキリ先生はいつまで病院にいました？ナキリ先生ですか？確か午後9時前には帰られましたよ。私がお疲れ様ですって見送ったのを覚えています。彼女は記憶をたどるように目を細めた。その後、ナキリ先生から何か指示はありましたか？いいえ、特には。でも不思議なことがあったんです。不思議なこと？はい。夜中の11時過ぎに電子カルテの更新通知が来たんです。ナキリ先生の ID で投薬指示が変更されていて、でも先生はすでに帰られていたはずで、私てっきり遠隔で操作されたのかと。俺の胸の内で何かが確信に変わった。他に何か気づいたことはありませんか？そういえばあの夜、久我野先生が遅くまで残っていたんです。普段は早く帰られる方なのに、手術記録が更新された時間帯に、ちょうど医局の PC を使っていたような。彼女の言葉に、俺の中で点と点が繋がり始めた。橋本さん、この話は他の人には？もちろん、私も何かおかしいと思っていましたから。橋本さんは小さくうなずいた。彼女も現場のスタッフとして、千咲の腕を信頼していたのだろう。その後も俺は、前回の事件に関わったスタッフに個別に話を聞いていった。別の看護師からは、ナキリ先生が指示したはずの薬剤量が通常彼女が使用する量と全く異なっていたという証言が取れた。薬剤部は普段ナキリ先生は必ず二重チェックを依頼してくるのに、あの時だけは指示書だけで済まされていたと不審に思っていたという。そして最も決定的だったのは夜間警備の記録だった。防犯カメラの映像をチェックすると、23時30分頃、医局から久我野先生が退出するのが映っていた。ちょうど問題の記録が更新された直後の時間帯だ。これは、俺は集めた証拠を机の上に広げた。バラバラの点が今、一本の線として繋がり始めている。千咲、お前は悪くない。これは明らかに罠だ。俺はスマホを取り出し、千咲にメッセージを送った。話がある。できれば今夜、病院の屋上で。送信ボタンを押した瞬間、胸の奥で何かが熱くなるのを感じた。出しゃばって再び痛い目に遭うことよりも、千咲を悲しませたままのことの方が何十倍も恐ろしく感じた。屋上のベンチに腰掛けた俺たちの周りを夜風が優しく包み込む。病院の屋上からは街の明かりが星空のように広がっていた。桜の木々は闇に溶け込み、ただ輪郭だけがぼんやりと浮かび上がっている。
俺は集めた証拠を一つ一つ、千咲に説明した。日時の矛盾、筆跡の違い、証言の不一致。それらがすべて、久我野先生の犯行を示唆していること。千咲は俺の言葉を聞き終わると、震える手で顔を覆った。私、はめられてたのね。そうだ、千咲。お前は悪くない。俺は彼女の肩に手を置いた。白衣の下で彼女の体が小刻みに震えているのを感じる。ずっと自分を責めてた。もし本当に私のミスだったら、患者さんを危険な目に遭わせたかもしれないって。千咲は顔を上げ、夜空を見上げた。その瞳には涙が光っていた。自分の腕に自信がなくなって、判断が鈍って、そのせいで、今日は二川さんまで。二川さん。俺は思わず身を乗り出した。千咲は深いため息をついた。今日定期検診に来たの。結果を見てすぐに分かったわ。癌が再発している。しかも前回よりも進行が早い。すぐに手術しなければ、長くても1ヶ月も持たないわ。千咲は白衣のポケットから手を出し、握りしめていた。二川さんは、私に手術してほしいって言ってくれたの。前回も先生に命を救ってもらったから、今回も先生を信じたいって。それは良かったじゃないか。俺が言うと、千咲は首を横に振った。瞳から涙がこぼれ落ちる。でも、私は断ったの。どうして？怖かったの。もしまた何か起きたら、もし今回のが本当に私のミスで、そのせいで二川さんが危険な目に遭ったら。そこで声が途切れ、彼女は両手で顔を覆った。肩が震え、懸命に涙を抑えようとしているのがわかる。千咲。二川さんはずっと泣いていた。先生にしか頼れないって何度も言われて。でも私には自信がなくて。俺は立ち上がり、夜景を背にして千咲の前に膝をついた。彼女の手を取ると、冷たく震えていた。千咲、手術をするべきだよ。今回のミスは千咲のせいじゃなかったんだから。真剣な眼差しで俺は言った。しかし、千咲は小さく首を振る。でも、久我野先生がまた何か仕掛けてくるかもしれない。二川さんを危ない目に遭わせるなんて。彼女の瞳には不安と恐れが満ちていた。風が吹き、彼女の黒髪が揺れる。大丈夫。今度は俺がついている。本当に？ああ。俺は千咲の冷たい手を両手で包み込んだ。俺は、かつては外科医だったんだ。その言葉に千咲の目が大きく開いた。え？都内の大学病院で外科医をしていたんだ。だけどその時に上層部の不正経理と患者データの改ざんを見つけてしまった。だから告発したんだ。正しいことをしたと思ってた。でもチームプレーができない、協調性がないとレッテルを貼られ、医局を追われただけだった。風が強くなり、桜の枝がきしむ音が聞こえた。千咲は息を飲んでじっと俺の話に聞き入っている。どこの病院も雇ってくれなくなった。医師としてのキャリアは終わった。それでここに来たんだ。経営企画スタッフとして。千咲の手が俺の手の中で小さく震えた。それで、もう医師には戻らないって決めたの？少し前まではそう思っていた。もう二度と白衣を着て患者の前に立つことはないだろうって。でも、千咲を見ていて分かったんだ。医師としての情熱がまだ完全には失われていないことを。だから、俺たちで久我野先生の悪事を暴こう。お前を陥れようとした罠を逆手にとって。千咲の目に涙が浮かんだ。二川さんは私を必要としてくれてる。あの涙は私に命を託したいという思いだったのに、私はそれを無下にしようとしたんだわ。彼女は立ち上がり、桜並木の方を見つめた。闇に浮かぶ桜の影が風に揺れていた。このままじゃ二川さんが、いえ、彼女だけじゃない。この病院を訪れる患者みんなが悲しむ。もう一度立ち上がらなくちゃ。医師として、人として。彼女の背筋が伸び、声に力が戻ってきた。千咲が俺を振り返った時、彼女の顔には決意の色が浮かんでいた。久我野先生の悪事を暴きましょう。そして、二川さんを救うの。俺は立ち上がり、千咲の前に立った。一緒に仕掛けよう、罠を。ええ、一緒に。千咲は小さく微笑んだ。彼女が手を差し出してきたから、俺はそれをしっかりと握った。冷たかった彼女の手に少しずつぬくもりが戻ってきているのを感じた。月の光が俺たちを照らしていた。手術当日、俺は千咲の助手として彼女の執刀を手助けしていた。
メス。千咲の声が手術室に響いた。俺は瞬時に反応し、彼女の手元に丁寧にメスを渡した。マサト、吸引。俺は素早く吸引器を操作し、視野を確保した。千咲の手元には再発した腫瘍が見えていた。前回より進行が早いとはいえ、千咲の技術があれば完全摘出は可能だ。電気メス。彼女の言葉に俺は即座に電気メスを手渡した。千咲の手の動きは繊細かつ大胆で、その技術に俺は改めて感嘆した。ここが、難しいところね。千咲が低くつぶやいた。腫瘍が重要な血管に接している部分だ。一歩間違えれば、大出血を招く危険な場面。少し角度を変えてみたら、俺は小声で提案した。千咲は一瞬考え、かすかにうなずいた。彼女はアプローチを少し変え、見事に腫瘍と血管を分離していく。さすがだな。俺は思わずつぶやいた。千咲の技術は本物だ。彼女の手が止まることなく、正確に腫瘍を切除していく。周りの看護師たちも、その手際の良さに簡単の表情を浮かべていた。摘出完了。千咲の声には安堵と達成感が混じっていた。彼女は摘出した腫瘍を確認し、看護師に手渡した。完全に取れたわね。周囲の組織も健全よ。俺たちは互いに目を合わせ、小さく微笑み合った。手術は予想以上に順調だった。縫合を始めます。千咲が言うと、俺は必要な器具を手渡した。彼女の手は疲れを見せず、丁寧に縫合を進めていく。その姿には、かつての自信と輝きが戻っていた。素晴らしい手術でした、先生。手術が終わり、俺たちが器具を片付けていると、麻酔科の先生が声をかけた。彼も今回の作戦に協力してくれた一人だ。ありがとう。みんなのおかげよ。千咲は手術チーム全員に感謝の言葉を述べた。その声には医師として再び自分を取り戻せた喜びが滲んでいた。手術室を出ると千咲は大きく安堵の息を漏らした。そして俺を振り返り柔らかく微笑んだ。マサトのサポートがなかったらこの手術はできなかったわ。本当にありがとう。いや、執刀したのは千咲だよ。俺は横で見ていただけだ。嘘ばっかり。あなたのアドバイスがなかったらあの難しい場面を乗り越えられなかった。俺たちは優しく微笑み合った。その時、廊下の向こうから足音が聞こえてきた。なあキリ、何をしているんだ。振り返ると、久我の先生が理事長と院長を引き連れて怒りに満ちた表情で近づいてきた。久我の先生の顔には怒りの下に隠された期待のような色が浮かんでいる。千咲は一瞬たじろいだが、すぐに背筋を伸ばした。二川さんの手術を終えたところです。なんだと？勝手に手術を？委員長聞きましたか？ナキリは執刀を禁止されていたはずです。久我の先生は院長に向かって声を荒げた。院長は困惑した表情で千咲を見つめている。ナキリ先生、確かに君には当分の間、手術は控えるように言っていたはずだが。はい。でも、二川さんの命が危険な状態で、彼女が私に手術をお願いしたんです。千咲の声は揺るがなかった。それでも手順というものがある。勝手な判断で患者を危険にさらすとは。久我の先生の顔が赤く染まった。理事長も渋い表情で千咲を見つめている。それに見てください。これが彼女の書いた投薬指示です。またしても、通常の3倍量の抗生剤を指示している。前回と全く同じミスを繰り返している。久我の先生はタブレットを取り出し、電子カルテを開いて理事長と院長に見せた。その顔には一瞬、勝ち誇ったような表情が浮かんだ。ナキリ先生、これは本当かね？院長の言葉に千咲は一歩前に出た。私は、そんな指示を出していません。嘘をつくな。ここに証拠がある。見てください。これは明らかに過剰投与です。前回と同じパターンです。ナキリ先生の署名入りの指示です。彼は二川さんの電子カルテの投薬指示を指さした。その顔には、もはや勝利を確信しているような表情が浮かんでいる。院長と理事長は深刻な表情でカルテを見つめている。私が書いたものではありません。千咲の声には静かな怒りが滲んでいた。またそんな言い訳か？いい加減にしろ。これ以上君のような危険な医師を私の病院には置けない。久我の先生の声が廊下に響き渡った。周囲のスタッフたちが足を止め、その様子を見守っている。久我の先生は千咲を指さし、理事長に向かって言った。理事長、ナキリ医師の即時解雇を要求します。
彼女は2度目の重大なミスを犯し、患者の命を危険にさらしました。こんな医師は我々の病院にはいりません。理事長はゆっくりとうなずいていた。ナキリ先生、弁解はありますか？千咲は静かにうなずいた。はい。真実をお話しします。ですがその前に、二川さんの様子を見ていただけませんか？千咲は落ち着いた声で提案した。理事長は困惑した表情を浮かべたが、院長はうなずいた。久我野さんの顔には焦りの色が浮かんできていた。時間の無駄です。彼女が投薬ミスを起こしたのは明らかなんですから。患者の安全が第一だろう、久我野くん。院長の言葉に久我野先生は口をつぐんだ。俺たちは術後の二川さんが運ばれた病室へと向かった。病室のドアを開けると窓際のベッドに座る二川さんの姿があった。彼女は起き上がってスマホを見ており、俺たちが入室すると笑顔を見せた。あら皆さん、ナキリ先生のおかげでもう痛みもほとんどないのよ。久我野先生の顔から血の気が引いていくのが見えた。彼はタブレットを取り出し、慌ててカルテを確認し始めた。これはおかしい。投薬量が間違っているのに、どうして容体が悪くならないんだ？戸惑いと焦りが入り混じった声で久我野先生がつぶやいた。その声は部屋中に響き渡った。俺は一歩前に出た。それはですね、久我野先生。あなたが改ざんしたのは私が作ったダミーのカルテだからです。俺はゆっくりと言葉を紡いだ。場の空気が凍りついた。久我野先生の顔が青ざめる。何を言っているんだ？私たちはあなたの行動を予測していました。そして罠を仕掛けました。これがその証拠です。俺はポケットから USB メモリを取り出し、部屋にあった医療用タブレットに差し込んだ。画面には複雑なログデータが表示された。院長と理事長が近づいて画面を覗き込んだ。ここに記録されているのは、久我野先生がナキリ先生の ID を使って二川さんの投薬指示を改ざんした痕跡です。日時、IP アドレス、デバイス情報、そして作業内容まで全てが記録されています。俺はデータを次々と表示させていく。久我野先生のアクセス履歴、改ざんの詳細、さらには画面キャプチャまで、疑いようのない証拠の数々だった。そう、これは俺たちが仕込んだ罠だったのだ。オペを控えたある日、診察室に千咲と俺、そして杖をついた二川さんの姿があった。窓の外では春の日が沈みかけていた。つまり、私の検査結果を使って罠を仕掛けるということですか？はい、二川さん。あなたの協力が必要なんです。絶対に二川さんに危険が及ばないよう、細心の注意を払います。千咲に続けて、俺が詳細を説明する。本物の手術と罠用のダミーのデータを完全に分けて管理します。久我野先生には偽のカルテしか見られないようにする。それをきっと改ざんするでしょうから、その時に証拠をつかむんです。二川さんは俺たちの顔を交互に見つめ、やがてゆっくりとうなずいた。わかりました。協力します。ナキリ先生には命を救ってもらった恩があります。先生のお役に立てるのなら、これぐらいお安いご用です。ありがとうございます、二川さん。千咲の目に涙が浮かんだ。その翌日、俺は経営企画室の同僚たちが昼食に出かけた隙にシステム管理室に向かった。そこに目当ての社員、ノクビの姿があった。ノクビは若くて優秀なシステムエンジニアだが、病院の中では浮いた存在だった。技術は評価されていても、人間関係では孤立気味だと聞いていた。医療に詳しくないため、医師たちからは軽く見られがちなのだ。だからこそ、俺の味方になってくれるかもしれない。ノクビ、ちょっと相談があるんだけど。ノクビはパソコン画面から目を離した。なんでしょう。内密な話だから、できれば別の場所で。わかりました。今から行きますか？頼む。俺たちはめったに誰も来ない病院の裏庭に来た。それで話って何ですか？ナキリ先生が冤罪を着せられている。それを証明したい。ノクビの目が驚きで見開かれた。冤罪？あの医療ミスの件ですか？ああ、俺が調べた結果、真犯人は久我野先生ですか？俺は驚いてノクビを見た。彼は苦笑した。実は私も何か変だと思っていたんです。それでシステムログを見ていたら、ナキリ先生の ID でログインがあった時間帯が不自然なことに気づきました。でも誰にも言えなくて。協力してくれるか？協力します。ノクビは真剣な表情になった。俺は安堵のため息をついた。
これで作戦の重要な部分が前進する。で、具体的に何をすればいいんですか？まず、二川さんという患者のダミーカルテを作りたい。わかりました。システム上独立環境を作ります。通常のカルテと同じ見た目ですが、全アクセスログを特殊形式で記録します。ハニーポットという手法です。侵入できるように見せかけて、実は全操作を監視します。久我野先生が改ざんを試みた瞬間、時間、場所、端末、変更内容など、完全な証拠が残ります。完璧な罠です。詳しいな。ハッキングの防御技術は医師の勉強よりずっと面白いですよ。すぐに作りますね。そう言って、ノクビは微笑んだ。本当に感謝するよ。いえ、私こそ、ナキリ先生は私の妻の担当医だったんです。ずっと恩返しがしたいと思っていました。ノクビの言葉に俺は強くうなずいた。どうやら、千咲を支えたいと思っているのは、俺と二川さんだけではないようだ。2日後、俺と千咲とノクビは閉鎖されたサーバー室に集まっていた。外は土砂降りの雨だった。ダミーカルテの準備ができました。ノクビが説明する。大型モニターには二川さんのカルテが表示されている。表面上は通常のカルテと全く同じです。しかし、このカルテにアクセスするたびに、特殊なログが別のサーバーに記録されます。千咲は緊張した面持ちでモニターを見つめていた。これが罠なのね。ええ、特に手術前の検査結果と薬剤リストは改ざんしやすいように、あえて詳細なデータを載せています。ノクビはいくつかの画面を切り替えながら説明を続けた。血液検査の値はすべて正常範囲内ですが、境界値に近いものをいくつか配置しました。ここを少し操作するだけで異常値に変えられます。薬剤リストは？千咲が尋ねた。前回と同じ抗生剤を最初から指示に入れています。容量も通常量にしていますが、これを3倍に変更すれば、前回と同じパターンが再現できます。ノクビはさらに別の画面に切り替えた。そこには複雑なグラフと数字の羅列が表示されている。そして最も重要なのが、このアクセスログ記録システムです。誰がいつ、どの PC から何を変更したか、すべてがリアルタイムで記録されます。画面キャプチャも自動的に保存するので、作業内容まで視覚的に証明できます。本物の手術はどうするの？千咲が不安げに尋ねた。本物の手術データは、院内ネットワークから完全に分離した環境で管理します。紙のカルテとこの USB メモリだけです。これには暗号化された本当の手術計画が入っています。パスワードはナキリ先生と富田さんしか知りません。ノクビは小さな黒い USB を取り出した。俺は USB を受け取り、ポケットにしまった。手術日は、あさってに設定しました。久我野先生の予定表を確認したところ、午後から理事会があります。その隙に本物の手術を行いましょう。千咲がうなずいた。その顔には緊張と決意が混ざり合っていた。さあ、罠を仕掛けよう。ノクビがキーボードを叩くと、ダミーカルテがメインサーバーにアップロードされた。モニターには転送完了の文字が点滅している。これで、久我野先生の PC からも通常通りアクセスできます。俺は大きくうなずいた。雨の音が強くなり、窓ガラスを打ちつける。その音が俺たちの心臓の鼓動と重なって響いているようだった。千咲は窓際に立ち、雨に濡れる桜の葉を見つめていた。俺は彼女の隣に立ち、肩に手を置いた。大丈夫。必ず真実は明らかになる。千咲は小さくうなずき、俺の手を握り返した。その手は、もう冷たくはなかった。翌日の午後、俺は経営企画室の窓から雨に濡れた桜の葉を眺めていた。昨日までの嵐は過ぎ去り、今日は静かな雨が降っている。富田さん。背後から声がして振り返ると、橋本さんが立っていた。彼女は、千咲と俺の作戦に協力してくれている、数少ないスタッフの一人だ。どうでした？俺は小声で尋ねた。橋本さんは周囲を確認してから小さくうなずいた。バッチリです。久我野先生に二川さんの手術のことを伝えました。すぐに反応がありましたよ。私がナキリ先生が二川さんの手術の準備をしていたと言ったら、久我野先生は急に真剣な表情になって、何？ナキリが勝手にそんなことをって声を荒げたんです。俺は内心で小さくガッツポーズをした。餌に食いついてきたな。それから、
私がすいません余計なこと言っちゃったかもって慌てて謝ると、久我の先生は、いや教えてくれてありがとう。これは重要な情報だって。それだけじゃなくて、久我の先生、すぐに電子カルテを開いて、二川さんのデータを見始めたんです。私がその場を離れる時も、まだ熱心に画面を見つめていました。完璧だ。俺はほっとため息をついた。少なくとも第一段階は成功したようだ。本当にありがとう、橋本さん。いいんです。ナキリ先生が冤罪なんて許せないですから。それじゃ、私は病棟に戻ります。そう言って、橋本さんは小さく微笑んで去っていった。ポケットに入れていたスマホが振動した。ノクビからだった。富田さん、予想通りターゲットが罠にかかりました。今日の15時23分に、医局の PC067 から、二川さんのダミーカルテにアクセスがありました。術後使用予定の抗生剤セファゾリンの投与量が 1g のところを 3g に変更されています。変更履歴はナキリ先生の ID で行ったように偽装されていますが、我々の特殊ログには久我の先生の痕跡が完全に残っています。俺はほっと息をついた。これで証拠が揃った。久我の先生の犯行を疑いの余地なく証明できる。ノクビ、本当にありがとう。いえいえ、計画通りですよ。興味深いのは、久我の先生が上層部に報告していないことです。俺は眉を潜めた。どういうことだ？普通なら、ナキリ先生が無断で手術を準備していることを知れば、すぐに理事長や院長に報告するはずでしょう。でも、久我の先生は誰にも連絡していません。システムログを見る限り、医局の PC から自分だけでカルテを操作しているだけです。なるほど。久我の先生は千咲に再びミスをさせて、この病院から追い出そうとしてるんだな。そう思います。術後に二川さんの容体が悪化するよう、薬剤量を改ざんしている。前回と同じです。これでナキリ先生は完全に追い詰められる。久我の先生は、そう考えているんでしょうね。ノクビの声には怒りが滲んでいた。俺は窓の外を見つめた。雨が少し弱まり、葉の間から薄日が差し始めていた。でも今回は違う。今回は俺たちが一枚上手だ。心の中で久我の先生の表情を想像してみる。彼はきっと、これで千咲は終わりだと思っているだろう。自信満々で油断している。その慢心が彼の破滅を招くことになる。明日の手術、本物の方の準備は万全です。二川さんの本当のデータは分離環境で安全に管理されています。久我の先生には一切アクセスできません。千咲は手術室4の準備を進めています。予定通り、久我の先生が理事会に出席している間に手術を行います。俺は深く息を吸い込んだ。明日が全ての決着がつく日だ。千咲の名誉を回復させ、久我の先生の悪事を暴く。そして何より、二川さんの命を救う。明日、全てが終わる。俺はそうつぶやき、再び桜の葉を見上げた。雨に打たれながらも、桜の葉は美しく茂っていた。千咲もきっとそうだ。どんな嵐にも負けず、再び輝きを取り戻すだろう。そして今、真実が明らかになったのだ。システム管理者のノクビさんの協力を得て、ダミーのカルテを作成し、特殊なログ記録システムを組み込みました。久我の先生がアクセスするたびに、すべての操作が記録される仕組みです。久我の先生は顔を真っ赤にして叫んだ。バカな。そんなことができるわけが。できますよ。病室のドアが開き、ノクビが入ってきた。彼は小さなノート PC を手に持っていた。私がシステムを設計しました。久我の先生、あなたは4月7日の事件でも同じ手口でナキリ先生の ID を使って改ざんしています。その証拠も見つかっています。ノクビは冷静に説明した。久我の先生の顔からは血の気が引き、唇が震えていた。本当の、二川さんの手術データはこちらです。千咲は別の USB を取り出し、データを表示した。そこには、正確な手術記録と適切な投薬指示が記されていた。私たちは、実際の手術と投薬を院内ネットワークから完全に分離した環境で管理していました。久我の先生がどれだけカルテを改ざんしても、二川さんには影響がないように。千咲は二川さんに優しく微笑みかけた。二川さんも静かにうなずき返した。私もすべて承知の上で協力しました。ナキリ先生には命を救われた恩があります。他の病院では
手術できないと言われた私を、ナキリ先生は救ってくれたんです。そんな彼女が冤罪を着せられているなんて許せませんでした。ナキリ先生がいるからこそ、私たち患者は安心して、この病院で治療を受けられるんです。院長が久我野先生を見る視線が厳しくなった。久我野先生、これは本当なのか？違います。これは陰謀です。彼らが私を陥れようとしているんです。病室に張り詰めた緊張感が漂う中、久我野先生の言い訳の声が虚しく響いた。そんな時、病室のドアが開き、橋本さんが何人かの看護スタッフを引き連れて入ってきた。橋本さんが一歩前に出て、震える声で話し始めた。私たち看護師は、ナキリ先生の味方です。ナキリ先生が来てから、どれだけ患者さんが救われたか。橋本さんの横にいた若い看護師も、うなずいて続けた。夜遅くまで残って勉強されている姿、患者さんのために休憩も取らずに働く姿、私たちはずっと見てきました。ナキリ先生は本当に素晴らしい医師です。彼女たちの言葉に、久我野先生は顔を真っ赤にして反論した。だからといって、規則を破って無断で手術をしたことは事実だろう。それは組織として許されることではない。院長がゆっくりと一歩前に出た。久我野先生、実は今回の手術は私が許可していたんですよ。なんですって。久我野先生の顔から血の気が引いた。富田くんから事前に証拠を見せてもらいました。君がナキリ先生を陥れようとしていたこと、前回の医療ミスも君の仕業だったこと、それで私もこの計画に協力することにしました。富田くんとナキリ先生が立てた罠に。院長の声は静かだが力強かった。久我野先生はよろめき、壁に寄りかかった。彼の顔は蒼白で言葉を失っていた。しかし、理事長、これは。久我野は最後の望みを理事長に向けたが、理事長の表情も険しくなっていた。理事長、あなたもこの件に関わっていませんか？俺は静かに問いかけた。理事長の表情がこわばった。何の話だ？これです。俺はタブレットの画面を切り替え、別のファイルを開いた。これは、桜総合病院経営統合計画の内部資料です。理事長と久我野先生のメールのやり取りが記録されています。大手医療法人への売却計画を進めながら、意図的に病院の評判を落とすための工作も行っていたことがわかります。野首が続けた。このメールには、改革派のナキリを追い出し、病院の評価を下げれば、売却交渉を有利に進められると書かれています。患者の命よりも、自分たちの退職金や天下り先を確保することしか考えていなかったんですね。理事長は言葉を失い、椅子に崩れ落ちた。そんな理事長の前に千咲が立つ。私たちは、この病院が大好きなんです。地域の方々の命を守る。この大切な場所を守りたかった。だから立ち上がったんです。千咲は静かに、だが力強く言った。院長は深くため息をつき、久我野先生と理事長を交互に見つめた。これが桜総合病院の本当の姿です。患者のために尽くす医師や職員たちの思いこそがこの病院の力なんです。久我野と理事長の顔には敗北の色が濃く浮かんでいた。もはや言い逃れはできない。そんな彼らに院長が言葉を続ける。久我野先生、理事長、理事会を開き、この件についても正式に調査を行います。それまではあなたの職務を停止します。理事長も同様です。久我野先生と理事長は集まった職員たちの冷たい視線に耐えられず、うつむいて部屋を出て行った。終わったのね。千咲が小さくつぶやいた。俺は彼女の横に立ち、そっと肩に手を置いた。ああ、終わったよ。俺は静かに答えた。千咲は小さくうなずき、俺の手を握り返した。窓の外では春の日差しが桜の葉を優しく照らしていた。それはこの病院の新しい始まりを告げるようだった。気づけば季節は進み、雨が降りしきる季節になっていた。桜総合病院はここ1ヶ月で大きく変わった。理事会は1週間に及ぶ調査の末、久我野先生と理事長に対する懲戒処分を決定した。久我野先生は医師免許の一時停止と辞職。理事長も理事としての資格剥奪と辞職を余儀なくされた。地元紙にもその顛末は掲載され、俺たちのことは地域医療を守った
若き医師と経営スタッフの奮闘として好意的に報じられていた。千咲の評判は一気に高まった。一連の出来事が院内で知れ渡ると、多くのスタッフが彼女を支持した。患者たちの間でも、ナキリ先生に見てもらいたいという声が増えていった。ナキリ先生、次の外来もう患者さんが待っていますよ。橋本さんが診療室のドアを開けて声をかけた。千咲は優しく微笑み、うなずいた。ありがとう。すぐ行くわ。彼女の姿からは、かつての迷いや不安は消え、確かな自信が感じられるようになっていた。院内では、新しい時代の外科医として、千咲の名が知れ渡っていた。彼女が提案していた、低侵襲手術の導入も、新しく就任した理事長の後押しで実現しつつあった。先週の医局会議では、千咲が外科の若手リーダーに指名された。そのニュースを聞いたとき、俺は誰よりも喜んだ。経営企画室の窓から見える中庭で、千咲が患者と談笑している姿が見えた。二川さんだった。手術は完全に成功し、彼女の回復は順調だ。富田さん、院長が呼んでるわよ。同僚の声に我に返り、俺は中庭に最後の視線を送った。千咲が俺に気づき、手を振ってくれた。俺も笑顔で手を振り返す。俺はノックしてから院長室に入った。院長、どうされたんですか？院長はにこやかな笑顔で、俺にソファーに座るよう促してから、話を切り出した。実はね、昨日君が前に勤めていた病院の理事長から連絡があったんだ。その言葉に、俺は息を飲んだ。君の噂を聞いたそうだ。君が犯罪を暴いた手腕を高く評価しているとね。それだけじゃない。君が過去に告発した不正経理と患者データ改ざんの件、再調査が入ったそうだよ。結果は君の告発が正しかったと証明された。君を医局から追い出した上層部の医師たちは全員懲戒処分を受けることになったそうだ。俺は言葉を失った。長い間、胸の内に閉じ込めていた思いが一気に溢れ出しそうになる。真実は必ず明らかになるものだね。院長は優しく微笑んだ。その目には父親のような温かさがあった。富田くん、私は君にもう一度白衣を着てほしい。この病院には君のような医師が必要なんだ。患者のために、そしてこの病院の未来のために、医師として戻ってきてくれないか。俺は空を見上げた。青空に白い雲が浮かんでいる。かつては遠く感じた世界が、今は近づいているように思えた。時間をくれますか？考えさせてください。もちろんだよ。院長は俺の肩をそっと叩いた。夕暮れ時、俺は病棟の廊下を歩いていた。患者の部屋から聞こえる千咲の声に足を止める。彼女は子供の患者に優しく話しかけていた。大丈夫。怖くないよ。明日の手術、先生が必ず成功させるから。痛くないように怖くないように、特別な魔法をかけてあげるね。俺は思わず微笑んだ。千咲の患者への接し方には、医師としての技術だけでなく、人としての温かさが溢れていた。病室を出てきた千咲は、廊下で待つ俺を見て、驚いた表情を浮かべた。マサト、どうしたの？いや、ちょっと歩いていたら、千咲の声が聞こえてきたから。そう。ねえ、マサト、屋上に行かない？彼女は微笑み、そう誘った。俺はうなずいた。夕暮れの屋上は、俺たちだけの秘密の場所のようだった。西の空が茜色に染まり、病院の窓ガラスに夕日が反射している。院長から聞いたわ。都内の大学病院のこと。あなたを追い出した人たち、処分を受けることになったんだって。千咲は俺の横顔をじっと見つめていた。ああ。それで、どうするの？医者に戻らないの？俺は空を見上げた。わからない。医師として再び立つのが、まだ怖い気がする。千咲は静かに俺の前に立ち、まっすぐに目を見つめてきた。覚えてる？私が二川さんの手術を断ったってあなたに話した時のこと。私も怖かった。また何か起きたら、もし本当に私のミスで患者さんが危険な目にあったらって考えると。でも、あの時あなたが言ってくれた言葉を、今度は私があなたに言うわ。千咲は俺の両手を取った。彼女の手は温かかった。大丈夫。今度は私がついている。その言葉に、俺の心に何かが満ちていくのを感じた。彼女は続けた。あなたがいたから、私は再び立ち上がることができた。あなたの勇気が私の光だった。
今度は私があなたの光になりたい。マサト、もう一度外科医として復帰してほしい。一緒に患者さんを救いましょう。一緒に、この病院を変えていきましょう。彼女の言葉は長い間凍りついていた俺の心を完全に溶かした。もう二度と白衣を着ないと決めた誓いが彼女の温かな言葉で消えていくのを感じた。俺は静かにうなずいた。あ、復帰する。一緒に歩もう、千咲。言葉にした瞬間、心の芯から湧き上がる感情に俺は声を詰まらせた。千咲の目から涙がこぼれ落ちた。俺たちは互いの手を強く握り合った。西の空に夕日が沈んでいった。明日、また新しい朝が来る。そして俺は再び、医師として太陽を浴びるのだ。千咲の隣で患者のために。秋の日差しが病棟の廊下を黄金色に染めていた。退院を控えた二川さんの病室から談笑する声が聞こえてくる。白衣姿の俺と千咲は肩を並べて部屋の中を見ていた。二川さんのベッドの周りには彼女の家族と友人たちが集まっていた。手術から半年、彼女の顔には健康的な血色が戻り、笑顔がはじけていた。本当にありがとうございました、先生方。見舞い客たちが部屋を出てきて、深々と頭を下げた。いいえ、私たちは仕事をしただけです。千咲は優しく微笑んだ。見舞い客たちは感謝の言葉を繰り返しながらエレベーターに向かっていった。俺たちは黙って彼らの後ろ姿を見送った。病棟の窓から見える外の風景は秋の深まりを感じさせる。イチョウ並木が黄金色に輝き、そよ風に葉を揺らしている。ねえ、マサト。医師に戻ったことを後悔してない？千咲が小さな声で尋ねた。彼女の黒髪に秋の夕日が反射して、ほんのりと茜色に染まっている。してないさ。むしろ感謝してる。俺に医師として再び立ち上がる勇気をくれたのは千咲だから。俺は窓の外に広がる景色を見つめながら答えた。千咲の瞳が少し潤んだ。私こそ、あなたに救われたのよ。彼女の手がそっと俺の手に触れた。そのぬくもりが俺の心の奥深くまで染み渡る。その時、俺たちの白衣のポケットにあるスマホが同時に鳴った。緊急手術の知らせだった。行こうか。俺は千咲に向き直り、微笑んだ。彼女も小さくうなずいた。行きましょう。千咲の目には強い決意と、それ以上に何かが輝いていた。俺の胸の中でも、同じ感情が静かに、だが確かに育っていることを感じていた。俺たちは肩を並べて歩き始めた。廊下に伸びる俺たちの影が夕日に照らされて一つに溶け合っていく。これからも幾多の困難があるだろう。しかし、もう俺たちは一人じゃない。互いの強さを信じ、互いの弱さを受け入れながら共に歩いていける。ナキリ先生、富田先生、急いでください。看護師の声に俺たちは足早に歩き始めた。白衣の裾が風になびく。窓の外では夕日がゆっくりと沈みかけていた。かつて医師として働いていた頃の俺は正義を貫いて不正を告発したことで全てを失った。傷つき、恐れ、もう二度と白衣を着ないと誓った。でも、千咲という医師との出会いが俺を変えた。彼女が不当な罠にはめられるのを見て、俺は自分の恐れと向き合った。真実のために立ち上がり、彼女と共に悪事を暴くことで、俺は少しずつ取り戻していった。医師としての誇りを、人として生きる勇気を。傷は完全には消えない。それでも、正しいことのために声を上げる勇気が、本当の治療をもたらすんだと、今は知っている。恐れに屈しなければ、いつか必ず光は差す。俺と千咲がそうだったように。